はいどうも、バーチャル魔王候補生キズナアイです。貴様らを支配してやるとは言っても、王というからには下僕がいないと成立しないですからね。それに一人じゃ世界征服できませんから。というわけで今日は魔王キズナアイの忠実なる可愛い下僕ちゃんをゲットすべくこちらをプレイしていきたいと思います。ででん、デスティニーチャイルド。早速ですが、私の下僕ちゃんをゲットすべくガチャを回していきたいと思います。やったー。実はすでに図鑑からキャラが見れてですね、まあ色はついてないんですけど、このメティスちゃんとコウガちゃんを狙っていきたいと思います。あとですね、イブちゃんとメブちゃんもですね。いやー、結構なんか可愛い女の子がねいっぱいいるので、まあとりあえず可愛い星5が出てくれればって感じですね。お願いします、お願いします。可愛い子、可愛い子、星5、可愛い子、星5、可愛い子。お、すごくいい感じ。星5の可愛い子出るかな。どう全然からの運営さん？星4だけど全然可愛い。今度こそ可愛い子、星5、星5、星5、可愛い子、可愛い子、可愛い子、星5、星5、可愛い子、星5、可愛い子。本当だな。さっきも言ってたぞ、すごくいい感じって。可愛い。なんかタイプな子が、この子可愛い。ほんと面白い子が来たね。なんかね、ダーツかな。もう一回。君のすっごくいい感じは信じらんない。好みな子を出してくれますか？リアリティ低くてもいいよ。いいけどせめて可愛い好みの子。この子可愛い。この子可愛いね。タイプな可愛い子。あばよくば星5。惜しい。キズナ愛的好みの星5が欲しいの。お願い。いきます。ほんとか？確定頼むよ。なんかこの子、これ可愛いね。この子可愛い。はい、もう回せるだけ回します。今ロード長かったってやつ。これ星5来たんとちゃいますか？で、これ来た気がする。そんなまたそんなじらしちゃって、フレイヤちゃんが渡っていいね。でもね、こういうの最後の最後にね来ないと思ってからの、なんでこれ一番最後に美味しいところは待ってるわけですよ。ほら可愛い。ほんとこの子さ、毎回すごくいい感じ言うから、ほんとみんな好みじゃないにかかわらず可愛いは可愛いし、リアリティ低くても聞いて、いいね。とりは自力でいこうか。可愛いこの子。石がどんどんなくなってきてるんだけど。無心物欲ですね。無心の目で見る。心の星を見つめ、それがもう星5でなさすぎて、愛することがどういうことなのかわからなくなってきたんですけど。かわいい幼女って感じ。この猫いるし、この子でいい。もうすっごくいい感じ。ほんとまあ私人間不信になりそうですけどね。
っていうのはこのガチャで決まると言っても過言じゃないですよ。だってこの子すっごくいい感じって毎回言ってるんだもん。かわいい。ほんとだな、言ったからな。ねえ、信じるよ私、信じるよ。すごくいい感じって言ったから本当にない。いや、可愛いけど、お願いします、お願いします、お願いします。あ、今でもロード長かった。でもほんとその言葉信じてるからね、本当に信じてるからね。いやー、あの子人間じゃなくて悪魔だった。星5確定。いきます。どうやら3回引けるみたいなのでね、ここで、星5はとりあえず確定なんで、好みの子が出るように祈ってまいりたい。はい、お前毎回言うならすっごくいい感じって。おおおお、ごめんなさい。あと2回。あ、なるほど、星5確定だとこんな感じなんだ。お足元は非常によろしいかと思うんですけども、好みか好みじゃないかと言われれば好みじゃないことはないけど、はい、お願いお願いお願い、メティスちゃん、こう、おっさん、なんでおっさんなのというわけで、可愛い下僕もゲットしたので、私が魔王になる世界を見ていってみようと思います。混沌の時代。うん、混沌の時代。光の神ブラフマンと闇の神ルシファーの長きにわたる戦いによって世界は天界、人間界、魔界に分断され、 AI 界はないんですね。激しい戦いにより魔王ルシファーはその力を失ったため、次の魔王を選ぶ儀式、つまり私、争奪戦を行い、違うんですね。2代目魔王を選抜する。選抜しなくても私でいいじゃないですか。魔王争奪戦に勝利した2代目魔王ルシフェロは強大な力で約500年間もの間魔界を統治するも、突然引退を宣言した。じゃあ3代目が私と。そして21世紀、人間界を舞台に人間界なのか、新しい魔王を選ぶ第二次魔王争奪戦が行われることになった。 AI は参加しちゃダメですかね。魔王になるための条件はただ一つ、人間の魂から生まれる使い魔チャイルドを集め、最も強力な軍団を作ること。じゃあ別に魂があって使いマンのチャイルドを集められたら私でもいいんですもんね。人間界は誰も気がつかないうちに新たな魔王を選抜する悪魔たちの戦場となってしまうのである。誰も気がついてないんだ。じゃあ私気がついてるから圧勝かな。ご主人様。私何ですか。ご主人様、まだ何回もやらなくても聞いてますよ。しっかりしてください。しっかりします。ご主人様。はい、ご主人様、大丈夫でーす。しっかりしてください。音楽好きかも。ここから逃げないと。逃げないと。何このテカってるムチムチした体、なんじゃこりゃ。言う通りです。急ぎましょう。急ぎます。みんなすごいぬるぬる動くのね。みんなドカドカされてるよ。今です。今です。お、
ノーマルスキルタップして、おお、あ、強い強い強い。ほいでほいで、大丈夫みんな。なんかエクリプスちゃんが攻撃してるとき、されてるとき、すごい顔がね、エロいですね。ん？ハートいっぱいかわいいね。なんかキャラとか敵のモチーフがいいですね。もっと熱い靴を。熱い靴。簡単にはいかないようですね。そうですね。普通の攻撃では無理そうです。なるほど、ここでスキル的な。お、合ってた。スライドスキル。ひょん。おお。あ、すごい強い。見た？一発だよ。これも敵？ロキ。いいやつそうなのに。人は見かけによらないってやつかな。そうでしょ、すごいでしょ。褒めて褒めて。行かせないの、ケッチ。選ばれたってのはそいつ。君たちの考えることはいつも実になんで私スーパー AI だよ。選ばれて当然でしょうよ。スキル。あれ強い。待って、やばくない？強くない？ご主人様、はい、このままだとそうですね、全滅ですね。ヤバみです。これが最後だと思って全力を尽くしてください。ラジャー。ドライブスキル、アイコンタップ、愛を込めて、私にやん。でも全然だよ。これやばくない？これが君たちの力なのかい。うるせえぞ。聞いていない。あんま聞いてないっすね。ちょっと先輩失望されたよ。なんでだよ。そろそろ幕を閉じようか。やだ。私もそのセリフ言いたい。そろそろ幕を閉じられようか。閉じられちゃった僕よ。が治める魔界は楽しいよ。君たちのような弱者にとっては地獄だけどね。ムカつく。私もそのセリフ言いたい。あはははは。グッモーニン。主人公？主人公？私は？夢だよな。私は？だったらまだ寝てても大丈夫か。寝てて。私が代わりに主人公やるから。実はバイトの時間だった。魔王の子孫である俺がコンビニなるほどね。バイトだなんて。だからちょっと声似てるの？めんどくさい。じゃあ私がやるから代わって。お、アニメーションだ。普通にこれで放送すればいいのに。すごくない？かっこいい。かっこいい。世界は欲望に満ちている。私も欲望に満ちている。魔界も人間界も変わらない。 AI 界も変わんないよ。俺は魔界に関心がなかったし、やりたいこともなかったから人間界に定住した。そんなことできるの？私も人間界に定住したい。魔界から送られてくる金とバイト代で細々と暮らす。はあ、ボンボンか。本当に気に入っているんだ。ずるい。なんだこの格差社会は。待って魔界からさ、魔王の子孫でお金もらってたらさ、結構なお金もらえない？なんで電気料金未払いのお知らせ来るの？こういう煩わしい問題さえなければ。それ自分のせいじゃない？はい了承しましたと。なんか落ちてきた。何が落ちてきた？ボインだ。ご主人様のサポーターモナと申します。本当にお兄さんすごいね。何？
はい、ご主人様は先ほど次期魔王を決定するための魔王争奪戦に登録されましたね。はい、私はしましたがこいつはしてません。はあ、何言ってるんだ、魔王がなんとかって。おい、勝手に俺の携帯触るなよ。ちょっと待って、魔王がなんとかって言ってるけどさ、さっきさ、俺は魔王の子孫でって言ってたよね。覚えてませんか？ご主人様は先ほど自らの手で魔王争奪戦の参加に了承されたでしょ。あれ、電気料金じゃないの？そういえばさっきのメールで了承ってボタンを押したような。いやでもあれって電気料金のことだろ？あ、君ちゃんと電気払ってたんだね。私はこの部屋を使えばいいですか？若い男の子の匂いがしますね。こいつやばいぞ。おい、勝手に横になるなよ。なんかやばいぞ。で、どういうことだよ、魔王争奪戦って。てかさ、尻尾生えてない？この子、主人公。あれれ？魔界のニュースを知らないのですか？あれれ？当然知らないよ。俺は魔界がうんざりだからここにいるんだ。なるほど。ご主人様、お友達がいらっしゃらないのですね。ぼっちなのですね。かわいそうですね。私もぼっちですけど。うるさい、ぼっちってわけじゃないぞ。てかニュースってなんだよ。現在魔界はちょっとしたお祭り騒ぎです。現魔王ルシフェロ様が突然引退を宣言し、行方不明になってしまったのです。家出ですね。家って。家出？魔王が？いいの？ありなの？そこで次期魔王を選ぶ魔王争奪戦あれだね。もう家出したらもういいやーって感じなんだね。もう即次決めちゃうんだね。登録も完了いたしました。俺の意思とは関係なく？私はねえ、おかしくない？ねえ、みんなこの動画見てるよね。私はじめにバーチャル魔王候補生だよっつってガチャ引いて、私が主人公の予定なんだけど、なんでこんななんかこの男の子が主人公で話が進んでるの？俺は魔王になんて興味ないんだ。ほら、ないってさ、私でよくない？では魔王争奪戦についてね、2人ともちょっと話聞いてくんない？ね、聞いて。私ここにいるの。ね、ほんと進めるなよ。無視ですわ。ご主人様は現在魔王の子孫の中で最弱と言われ軽んじられています。どうでもいいだろ、余計なお世話だ。あれでしょ、どうせ尻尾引っ張ったらでかくなるんでしょ、なんか強くなるんでしょ。ですが最弱なんて称号とはもうさよなら。満を持して魔王争奪戦に挑むためにモナがスペシャルガイドをして差し上げます。でもスペシャルガイドされたからって強くはなんなくない？休日は家でダラダラ過ごしたいのに。ほらもうこいつニットだって。いいじゃん私で。まずはその引きこもり癖から直しましょうか。治りませんよ。そうなのね、ここまで人って生きてね、引きこもり癖なんか簡単に治りませんわ。やっと外に出てくれましたね。このお姉さんほんとにやばい。ストーリーへ行ってみましょう。モーナさんほんとにやばい。ついに繁華街に到着。この胸のアピールがすっごい楽にでしょうね。なんかもう、それはたくさんの欲望が渦巻いているから。もうお姉さんも欲望渦巻いてますよね。早速チュートリアルを始めましょう。チュートリアル？チューする？立派な悪魔にしてみせます。待って待って、立派な魔王じゃなくて悪魔にするの？久しぶりの人間界です。やっぱりいいところですよね。でも人間界でよくない？ご主人様の行く手にはたくさんの試練が待ち受けていますが、何の心配もいりませんよ。モナがついていますから。それあんたが用意するんですよね、試練。手と手を取り合って試練を乗り越えていきましょう。この顔盛り上がってるところ悪いけど、もう帰らせて。いやほんと私もなんか帰りたくなってきた。おいしい。何こいつかわいい。小さなアオラムアカラムみたいな。はーい。下にはご主人様のチームメンバーが配置されます。今はモナしかいませんけどね。最悪。上に見えるのが敵です。私アオラムが仲間がいい。敵
敵とメンバーたちほらは自動的にこいつやばいね。攻撃を行いますモナちゃんさ、攻撃されたらさ、なんかやばい顔してる。時間が経つとゲージが溜まって強い攻撃があできるスライドスキルってやつですっけ。このあ攻撃ノーマルスキルノか。ーマルスキルと言いますうんうん。よくできました。ありがとうございます。通常攻撃より大きなダメージを与えます。うんうん。続けてタップして続けて、はい。ああ、オラムか。今度はだってかわいい。ねえねえねえ、私敵側行きたいんだけどいい？ノーマルスキルは一定の確率でクリティカル攻撃になります。うんうん。なるその際スキルボタンの上にクリティカルが表示されます。ほど。これで、おお、クリティカル、なるほど。お、いいね。お、勝利だって。楽勝じゃん。ピクシー。あれ、かわいいね。どこにでもいる普通の妖精。いや、どこにでもはいないんだけどね、妖精って。なかなかいい感じですよ。お、ありがとうございます。ざっとこんなもんかな。こいつちょっとなんか調子乗ってんぞ。ってあれちょろいぞ。待て待て、俺は魔王争奪戦に参加する気なんか。さすがです。偉大な大悪魔であるご主人様には簡単すぎますよね。あれねえ、なんかもうおかしくない？なんか完璧な悪魔にしますよって言ってたのに、もう偉大な大悪魔なんだって。さあ残りの敵もこの調子で片付けましょう。まあこいつらを放置するわけにもいかないしな。男ってほんとちょろいよね。さすがちょっとよいしょしたらその気になっちゃうとね。そうこなくっちゃ。変わってほしいんだけど、ほんとに。はいスライドスキルとドライブスキルについて説明。先生、でもそれさっきやりました。スライドスキルはアイコンを上にスライドすると発動する強力なスキルです。うん。ドライブスキルは普通の攻撃の他にクリティカルや弱点攻撃を行うことでより多くのゲージがたまり発動できるようになります。なるほど。グレートな大悪魔でラブリーなご主人様、すごい持ち上げ上手。早速スキルのお手本を見せていただけますか？なんかあれですね、大人なお店の世界見てるみたい。グレートとかラブリーとかやめて。って言いながらちょっと嬉しいでしょ。もうお気づきとは思いますが、ふんふん。パーティーメンバーが増えると戦闘が格段に楽になりますよ。でしょうね。あ、合計 HP。なるほど。HP がゼロ、ここがゼロにならなきゃいいよってことですね。スキルの準備ができましたね。スライドスキルは複数の相手にあ、複数の相手がいい。お、よくできました。ありがとう。スライドスキルは強力ですが発動後は一定時間スキルゲージがたまらなくなるのでタイミングをね、ちゃんと見計らって。お、いけるのでは。よし。これで最後だよね。今度は勝利への鍵ドドライブスキル。について学んでみましょう。はーい。ドライブスキルを発動した後タイミングに合わせてボタンをタップしてください。ラジオ。タイミングによって威力が大きくもう何をお任せこれで、あ、なるほどなるほど。あそこのなんかパーンって感じのところの真ん中でね。ました。パーフェクトなタイミングに合わせてタップすることを忘れないでくださいね。了解しました。ドライブスキルで一発逆転。タイミングね。やったー、勝利したよ。さすが未来の魔王様。楽勝楽勝ですね。うん。いやでもほんと持ち上げ上手。あらら突然無口になりましたね。次はフィーバータイムについて説明しフィーバータイム。ますね。うんうん。フィーバータイムとはノーマルスキルを無制限に使用できる絶好のチャンスタイチートや。ム。7秒の制限時間内でどれだけスキルを連打できるかが勝利へお、の鍵です。なるほど。連打ですね。任せろ。本当にそれだけでいいの？昔ゲームで鍛えたテクニック披露するかな。さすが筆記。
それではフィーバータイムについて説明しますね。はーい。ドライブスキル使用時の判定によってうんパーフェクトうん。 40%、グレート 30%、グッド 15% のフィーバーがたまります。なるほど。フィーバータイムはこのフィーバーが 100% になると発動します。なるほど。じゃああれですね、パーフェクト狙いでひたすら頑張るしかない。今回は特別にすぐにフィーバータイムへ入ります。あ、優しい。さあ、思う存分フィーバータイムを楽しんでください。はーい。これでモナにお任せください。これでこれで連打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 。あ、いけた。もっと連打したかった。もっと連打したかもっった。とサクサク戦闘を進めたい場合は、うんうん。ダブルスピードをタッチすると戦闘が2倍速で進みます。これだ。確かに速くなった。良きかな。実はですね、フィーバータイムはアイコンを連打しなくても押しっぱなしで攻撃できちゃいます。指が痛い時や疲れた時に活用してくださいね。お心遣いありがとうございます。ちなみにモナは連打する人の方が素敵だと思いますよ。ですよね素晴らしいの一言につきますね。ー。はあ、ですよねー。まあ私が褒められてるんじゃなくて、なんか主人公が褒められてるんですけどね。いやまあそれほどでもあるけどね。なんか自分を見てるみたいでイラッとしますね。でもこれで終わりだと欲求不満になっちゃいますよね。それはあなただけでは。何か嫌な予感がしてきたぞ。それではもう一戦いきますよ。お今まで学んだことを生かして精一杯戦いましょう。頑張ります。ちょっと待ってよ。本当にこれで最後？なわけないでしょうよ。もちろんです。絶対こんなの嘘だよ。ここからご主人様の伝説ほら、がだって始まる今ここから始まるって言ってるんだよ。終わりじゃないじゃん絶対。しょうがない。さっさと終わらおいせるか。こいつバカだぞ。頑張ってくださいね。いやー、男の人ってなんでこんなにちょろいんだろう。まあ余裕ですね。ただ私が頑張っても主人公が褒められるのはちょっと尺ですよね。結構尺。ほんと尺。これはでも次のステージまでだね。ほい。よーし。かわいいね。創造のピクシー。強そう。強そうなんだけどほんと。惜しい。あとちょっとあれ、フィーバータイムいけなかった。でも勝ったよ。素晴らしいです。もうガイドを終了しても問題ないですね。拍手。イエーイ。どうだい？俺はやればできる子なのさ。ほんとイラってするぞこいつ。同族嫌悪。本当に誇らしいです。もう波の悪魔なら敵ではないですね。まあそうですね。うん。なるほどね。魔王になるためには人間の欲望を叶えないといけないと。つまりこれからも動画をどんどん作って楽しみたいっていうみんなの欲望を満たしていかないといけないわけですね。納得。とはいえみんなの中にも魔王になりたい人はいると思うので、そう簡単にはいかなさそうですね。自分も魔王になってやると思ったそこの記念、概要欄からデスティニーチャイルドをチェックしてみてね。なんとすでに100万人以上の魔王候補生が登録して今か今かと待ち構えてるみたいですしね。というわけでバーチャル魔王候補生キズナアイでした。ガオー。